どうも、日本語で喋りましょうの角です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話していきます。お刺身のように新鮮で生の日本語をお届けするので、ぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい。今日のトピックは住むのにおすすめな街です。で、今日紹介したい街は、横浜です。僕の出身の町が横浜なんですけど、住むのにすごくおすすめなので、今日はその理由を3つ、紹介したいと思います。まず1つ目の理由ですね。1つ目の理由は、東京から近いことです。横浜の隣が東京なので、横浜と東京はすごく近いです。なので、横浜から東京に行くときに電車1本で行けます。それから電車も、あんまり時間かからないです。30分ぐらいで横浜から東京に行けます。はい。それから、東京に住むのは高いですよね。でも横浜は東京ほど家賃が高くないです。アパートとかマンションとか借りるお金が東京ほど高くないんです。なので東京の近くに住みたいけど東京は高すぎるという人に横浜はおすすめです。2つ目の理由です。2つ目の理由は横浜は東京ほど混んでないです。東京ほど人が多くないです。なので、人混みが苦手な人におすすめです。横浜は便利ですけど、すごく便利ですけど、人が多すぎません。人がたくさんいすぎないので、それもすごくおすすめです。はい。それから3つ目の理由ですね。3つ目の理由は、海とか、山とか、自然に近いことです。横浜は、昔港町として、栄えました。昔、横浜にたくさん船が来て、でそのおかげで、横浜が、大きくなっていきました。なので海にすごく近いです。なので海が好きな人、にはすごくおすすめで、綺麗な公園とかがあって景色が綺麗なので、そういうのが好きな人にすごくおすすめです。それからビーチで泳ぎたい人、もう、横浜から湘南のエリア、湘南にはすごく、日本で人気のビーチがありますけど、ビーチで、日焼けしたりビーチに行って泳いだりしたい人は横浜から湘南まで、あんまり遠くないです。なので、海で泳ぎたい人にも横浜はいいかもしれません。それから山とか自然が好きな人にも横浜はおすすめです。横浜から、例えば箱根に行きたい。箱根には山とか自然がたくさん、あります。なので横浜から箱根に行くのも、東京から箱根に行くより、簡単です。なので、海とか山とか自然が好きな人に、すごくおすすめです。でも、もちろん、住む時のデメリットも、ちょっとあります。なのでデメリットの一つ目ですねは、坂が多いことです。横浜はすごく坂が多いです。坂、例えば、こう上に上がる上り坂、下に降りる下り坂、この坂がたくさん多いので、例えば自転車に乗るのが好きな人にとってはたくさんアップダウンがあって、大変だと思います。例えば自転車でスーパーとか、コンビニとか行きたいと思っても、やっぱり坂があると大変で疲れますから、ちょっとここはデメリットだと
思います。それから、通勤が大変です。さっきも、ちょっと話しましたけど、横浜は東京に近いけど、東京ほど、高くないです。なので他にもたくさんの人が横浜に住んで、仕事の時は東京に行きます。なので朝電車に乗るとき、ラッシュアワーの時間に、電車に乗るときは人がすごくたくさんいます。電車がすごい混んでます。なので、横浜に住んで東京で働きたい人、時間はあんまりかかりません。横浜から東京に行くのに時間はあまりかかりませんけど、通勤ラッシュが大変かもしれません。通勤ラッシュが、嫌な人は、東京に住むかリモートの仕事を探す方がいいかもしれません。はい。ということでね、今日は住むのにおすすめな街について話してみました。皆さんはどう思いましたか？横浜に住んでみたいと思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳付きのトランスクリプトを読みたい人はリンク載っているパトレオンサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。